やあ闇のやり込みプレイヤーあかねちゃんやで、付き添いの葵です。それで今何やってるの？見たらわかるやろ？一般市民を襲ってる。スカイリムを平和にしとるんや。どう見ても平和を乱してる側だよ。それに襲ってるのは一般市民やなくて衛兵だけやで。はあ、それで一体どうして衛兵を襲ってるの？襲ってるっちゅうか、先に襲われたから仕方なく反撃しとるだけやで。いや、こっちから手を出さない限り襲ってきたりしないでしょ。それが、人間形態のままウェアウルフの叫びを使えるようにするグリッチを使うと、何もしてないのに衛兵に襲われるようになるんや。へえ、そんなグリッチあるんだ。っていうか、やっぱり何かしてるから衛兵に襲われてるんじゃん。このグリッチは叫びだけやなくて、ウェアウルフの攻撃力と防御力のバフも残り続けるから、この状態で吸血鬼の王に変身すれば、通常よりはるかに強い吸血鬼の王になれるんや。そういえばさっきから全然体力減ってないね。衛兵の体力もなかなか減らんが、難易度レジェンダリーの衛兵に対してこれだけ削れてれば十分強いんやで。そんなわけでめちゃくちゃ有用なグリッチなんやけど、衛兵と敵対して舞うのが難点なんよな。街に入るたびに襲われるんじゃ、まともにプレイできないよね。せやからこのグリッチを使ったまままともにプレイできるようにするため、現在スカイリムを平和に導いとるところなんやで。まさか衛兵を全部倒せば襲われずに済むとか言うつもりじゃないよね。それじゃあ根本的な解決にならんで、衛兵は倒せても首長や側近は不死属性持ちやし、こいつらが敵対してたらいくつかのクエストに支障が出るからな。それじゃあどうするの？せやから今こうしてストームクロークに加入しとるところやで。加入どころか取り返しのつかない溝が入ってると思うんですが。変身中の犯罪は脳幹やから平気。倫理的にはアウトだよ。衛兵を全滅させたら人間に戻るで、降参すれば敵対を解除してくれるはずなんやけど、さすがに今回は暴れすぎたみたいやな。それでこれからどうするの？ほら、皇帝の声。これって、インペリアル固有パワーの皇帝の声やな。その高貴な声の前ではあらゆる人が争いをやめると言われているで、思いっきり殴られてたんですが、一人だけ効果範囲外にいたみたいやな。まあ一人くらいなら大したことないから今のうちに会話を進めるで。よし、これでクエストを受注できたから氷の生き量を倒しに行くで。皇帝の声で無理やりクエスト進めたけど、ここまでしてストームクロークに入って何したいの？それは実際に入ってみればわかるで。本社大社の敵近くの氷の生き量を倒して、皇帝の声を使えるように24時間待機してからウィンドヘルムに戻るで。ほれ、さっき衛兵を全滅させたからこの通り平和なもんやで。果たしてこれを平和と呼んでいいのか？ウルフリックとガルマルは敵対してくるからまた皇帝の声で黙らせるで。そしたら効果が切れる前に討伐の報告と、ストームクロークへの参加を誓うで。あれだけ殺したのによく参加させてもらえるね。ほい、これでストームクロークへの参加が完了したで。それでどうしてわざわざこんな手間かけてまで参加したの？試しに街の外に出てみるで。衛兵を全滅させたのは街の中だけやから、外に出たらまた襲われるはずや。衛兵を全滅って改めて聞いてもひどすぎる。ところが、ほれ。あれ、敵対しない？さっき言うたように、ウェアウルフのバフを人間形態に残すと衛兵と敵対してまう。ところがクエストなどで有効度を上げることで敵対を防げるんや。なるほど。ストームクロークに参加して衛兵の有効度を上げたのか。ウィンドヘルムだけやなくて、例えばリフテンとか、ドーンスターの衛兵とも敵対せんけど、ホワイトランやソリチュードの衛兵とは敵対してまうで、有効度が上がったのはストームクローク側の衛兵だけなんだね。つまり内戦クエストをクリアして、スカイリム全土をストームクロークのハントにすれば、このグリッチを使っても、ある程度まともにプレイできるようになると思うんや。確かに衛兵と敵対しないならかなり使いやすくなるね。ほんじゃ、ここでこの動画の趣旨を説明するで。一つ目は、ウェアウルフのバフを人間形態に残した場合、どの派閥と敵対するのか、敵対によってクエストが積まないか、そして敵対を解除する手段がないかの調査。二つ目は、これを応用したシングリッチの紹介や、一つ目については、さっきやったようなことをいろんなクエストでやってみようっちゅうことやな。衛兵以外にも敵対する派閥があるの？うちが気づいた範囲では、ステンダールの番人、多くの集落、ガリュードなんかとも敵対するみたいやな。結構あるんだね。多くの集落と敵対するとなると、クリアできるか不安なクエストが一つあるよな。呪われた部族だね。さすがにクリアはできると思うが、クリアしたら敵対が解除されるかは気になるところやな。とまあこんな感じで、敵対の影響を受けそうなクエストを調べてみるのが一つ目の趣旨やで。もう一つのシングリッチっていうのは、ここまでグリッチのやり方を説明してなかったから、先にこれを説明せんとあかんな。まずはハイブリッドになる必要があるで。吸血鬼の王に変
身可能な状態で、同砲弾クエストをウェアウルフに変身するところまで進めて、吸血鬼の王に変身すると同時にアエラの血を調べると、うまくいけば、ウェアウルフ変身後に吸血鬼の王に変身するで、そしたらメニューから変身を解いて、その場でセラーナに頼んで再び吸血鬼に変えてもらうで。あとは時間経過でイベントが進むのを待てば。この通り、吸血鬼の王とウェアウルフ両方に変身可能なハイブリッドになれたで、これは有名なグリッチだよね。で、ハイブリッドになれば同時変身が可能になる。同時変身。方法はいろいろあるんやけど、今回はお気に入りを使うで、吸血鬼の王と野獣形態をお気に入りに登録して、野獣形態を発動すると同時にお気に入りを開くで、うまくいけばお気に入りから野獣形態が消えるはずや、吸血鬼の王をセットして、お気に入りを閉じると、ウェアウルフへの変身が始まるで。で、変身が終わる直前くらいに吸血鬼の王を発動。これでどうなるの？しばし待つで。しばらくすると吸血鬼の王に変身するから、メニューから変身を解除するで。ほい、これでウェアウルフのバフを人間形態に残すことができたで。おう、これはシックリフ氏が投稿した How to make animals OP in Skyrim plus Infinity Wolves 中動画で紹介されてたグリッチやで。出たわね。今はウェアウルフのバフを残しとる状態やけど、逆に吸血鬼の王のバフを残すこともできるで。さっきと同じく同時変身を使うんやけど。今度はお気に入りを閉じた直後に吸血鬼の王を発動する。さっきはウェアウルフへの変身が完了する直前だったからタイミングが違うんだね。そうするとまず吸血鬼の王に変身して少し待つとウェアウルフに変身するで、あとは時間経過で変身を解除すれば。吸血鬼の王のバフを人間形態に残せるで。おう、攻撃力や防御力はウェアウルフより低いが、こっちは体力マジかスタミナや水歩行のバフも残り続けるで。水歩行は別に、ウェアウルフのバフを解除したい場合は、ウェアウルフに変身してから元に戻ればええし。吸血鬼の王のバフを解除したい場合は、吸血鬼の王に変身してから元に戻ればええで。変身を解除するときにウェアウルフか吸血鬼の王のバフのどちらかは解除されるから、人間形態に残せるのはどちらか片方だけやで。そういうことになるね。ここでうちがさっきまで使ってたキャラを見てほしいんやけど、ウェアウルフのバフを残してたキャラだね。その通り、ウェアウルフの叫びも使えるし、間違いなくウェアウルフのバフを残しとる。ところが、吸血鬼の王の水歩行も同時に残っとるんや。あれ、どっちか片方しか残せないはずだよね。そう、本来ならどちらか片方しか残すことはできん。せやけどうちは、ウェアウルフと吸血鬼の王、両方のバフを人間形態に残す方法を見つけたんや。おう、もちろん攻撃力や防御力の両方の合計値が加算されとる。それで、どうやったの？その、方法やけどな。複雑や、ちょっと、その、複雑すぎて、とても一本の動画では語りきれん。ここでさっきの趣旨の話に戻るんやけど、二つ目のシングリッチの紹介っちゅうのが、さっきのウェアウルフと吸血鬼の王両方のバフを残す方法のことやで、手順が複雑やから説明するのが大変な上に、紹介だけしてクエストを進められるかどうかはわかりませんっちゅうのもどうかと思ってな。クエストの検証と並行しつつ、少しずつ手順を説明していこうっちゅうのがこの趣旨の意味するところやで。なるほど。とりあえず今回はクエストの検証はストームクロークに加入するところまで、グリッチはウェアウルフか吸血鬼の王のどちらかのバフを残す方法まで説明したな。次回も引き続き内戦クエストの検証とグリッチの説明をしていく予定やから、興味があったらフォローチャンネル登録よろしくやで。いいね高評価もお願いします。ではまた次回。